皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さあ、今日はセーターを塗りますよ。はーい。お願いします。お願いします。セーターと、照り返しを意識した OSL 的な感じでやっていきますけども、このセーター、結構頑張ったんだよね。うん。知ってた？すごいと思うけど、知ってたって何を知ってたかはちょっと知らないけど、すごいよね。ああ、なんか全然注目されてないっぽいけど、そうなの。うん、いや、わかんない。何をもって注目されてると認定するのかもわかんないけど、まあ何やってるかというと、まあ、ちまちまと細い筆で、なんというか、セーターの生地みたいな感じを出そうと。編み込みをでしょ。うん。これ塗る時にさ、聞いてきたじゃん。編み目を教えてって。あ、そうそう。うん。ひまわりさんが着てる服、まじまじと見てね。まあ結局、それは参考にならなかったんだけど。いや、参考にならないっていうかね、なんていうのかな。本当はこれ、ほら、横に線一本引くみたいな感じでやってるでしょ？でも実際そうじゃないんだよな。そう、V の字でね、編んでくからさ。そう。でね、多分、皆さん見たことあると思うんだけどね。多分インスタで、その海外の人のやつで、そのセーターの V の字全部書いてる作例があって、本当はそれやりたかったんだけどね。ちょっとちっちゃすぎた。なんていうか、わかるっていうこと。その人はもっと大きいモデルを塗ってんの？そうだね、大きいっていうか、うん、バストモデルなんだ、それは。もうちょっと面積大きいっていうか、多分ね、多分。なので、それは諦めて、こういう形式にしました。これ一応、村上慶吾さんも見てくれてたんで、ああ、よかったと思って。その時、なんかコメントくれたの？そう、見てもらった時にね、この服の感じもちゃんとやってるね、みたいな。まあ、今後はもっと密度高めていきたいなぁって思ってるよ。うん。で、今はグレーを置いてますけど、この後ね、赤、紫置いていくターンも来るかな。OSL でってことかい？おう。このあらかじめ赤をエアブラシで吹いて当たり付けておいたので、それやっとかないとどこに赤を置いていいかさっぱりわからなかったね。うん。で実は顔と一緒でね、このセーターの赤もちょっとだけ派手に赤乗せてみたんだよな。それはなぜ？いや、この状態だと地味かなと思って。これは、ちょっと筆先固まってますね、これ。あ、やり直した。なんか言うことないの？じーって見てるけど。まあ、こんなとこじゃないか。この繰り返しだからね。これがさ、地味にさ、ちょってやってるんだよね。見てるとね。こうでも、ちょっと遠目から離してこう見るともうすごいよね。陰影がすげえなーと思って見ながら編集してた。おお、そうか。それは嬉しいな。ハイライトの入れる場所と、あと暗い色も後々入ってくるんだけど、その場所入れる場所がもうめちゃくちゃもう
いいんだろうね。だからすごく見える。ああ、入れる場所はね、最初にやったサフの状態の写真を参考にすればみんなできます。で、これが先ほど言いました若干オーバーに、これ蛍光の赤ですね。このなんていうのかな、一個一個色を置くっていうよりも筆の長さを使って2本ずつ置くみたいな感じ。これ伝わるこれ、その方が早い。これつきすぎだと大丈夫か。まあ前回ね、カラーレージンがこのまま進歩したらどうなるかってちょっと盛り上がったけどね。ああ、その話の続きをしますか？まあでも続きもないか。もう忘れてるけどね、私。そうか。続きっていうこともないか。じゃあ、あんた辞めるんですか？どうなんですかっていうことでしかないもんな。カラーレージンが広まってしまったらって話？そうそう。この間の流れで言ったら、じゃあカラーレジン広まった時に、なんていうの？自分の居場所がなくなるの分かってんだったら、もう今から辞めればいいじゃんって話になっちゃうんだよね。で、テレストンは心配してるんだけど、私は全然心配してなくて、その需要はもちろん増えるだろうけど、このね、そっか、個人制作じゃない、こういうちゃんと塗る、レジン出力じゃなくて塗るっていう情はちゃんとあると思うんだけど、ガレージキットを作る人がカラーレジンでしか出力してくれなくなったら困るよねって話だよね。そうだね。まあ一番恐れてるのは CD の衰退だとか、レンタル事業の衰退だとか、そしてその AI の進歩が誰もが予想し得ない速度でっていうのを考えると、楽観視してても良くないんじゃないかなっていう話で。だけど、じゃあ、この趣味やめるんですかって言われたらやめないから、まあ考えるのは無駄ってことになるんだけど、でもそうか。いや、今ちょっと思ったのが、自分ベースカラー塗るのめんどくさくて嫌いなんだよね。それだけ終わっててくれたらいいなってちょっと思ったけど、よく考えたら、作った人が指定したベースカラー強制されるからダメだ。自分が好きな色できん。あとあれだよね、リペイントみたいな感じになっちゃうよね。なるね。でももしかしたら、それも、なんか道の一つかもしれないな。まあ、その、原型師さんがどう思うかだよね。まあ、そう言ってもね、いろいろ言ったけど、もし本当にカラーレジンの性能がもっともっと上がっちゃっても、きっと両方出してくれるよ。色ついてない方とついてる方。だとありがたいけどね。なんか選択式にしてくれるとかね。ということは、もしかしたら、実は一番被害を受けるのって、量産フィギュアとか作ってる工場が一番打撃受けんじゃないのって今ちょっと思ったんだよ。あれ、その工場でさ、流れ作業で色つけていくんだけど、それいらないよねって話になるね。確かに。じゃあ工場をやってる人が震えて眠れっていうことになるな。僕ら個人でこの想像力を爆発させてるタイプの人間はまあ大丈夫かも。
要はスタチューを作るにあたってあれだよね、最初からできちゃうからスタチューで塗装してくれてる人たちいらねえわってなるってことだよね。そう、塗装の工程省いちゃえ。なんてことになったりとかならなかったりとかね。話が全然変わりましたね。サイヤモデルショー終わって名古屋から帰ってきてからのペイントに対するモチベーションが高すぎて自分でもびっくりしている。まあ当たり前っちゃ当たり前だけど。そりゃマスターのゴールドもらってんだからそりゃそうじゃない。いや今までね、だいたい帰ってきたらまあなんかちょっと動画見て、仕事から帰ってきたらってこと？ちょっと動画見てなんかゲームしてなんかちょっと塗っとくかぐらいなそうなの？って感じだったんだけどね。今全然違うもん。なんかもう帰ってきて塗りしかやらんみたいな感じだもんね。よくゲームしてんの見てるけど。いやほぼしてないよ。それなんか間違いだよ。おお、そんな怒んない。いやそれは、いや怒るわけじゃないけど。いや、わかんないよ。そんな見てないじゃん。休みの日だったかもしれないしさ、知らんが。そうか。それなのに次の作品は全然完成しません。確かに。顔だけで8時間ぐらいしたからな。サヤモデル行ったの3月でね、おその頃から塗ってるよね。いやその頃はね、あれか、組み立ててた時か。多分そうだな。まあどちらにせよ時間はかかってるよね。まあそこは諦めてるっちゃ諦めてるけど、頑張って早くしようとはあんまり思ってないけど。ただなんと他にも塗りたいやつあって、しかも結構どういう風に塗るかまで詰めちゃってるのが何個もあるんだよね。それがちょっと悩みっていうか、そんな感じだね。そのサヤモデルショーといえばさ、サヤモデルってさ、受講してなんかやるやつが開始されたじゃん。いいよね、羨ましいよね。羨ましいな。一番熱いのは海外のコンテストに作品を持ってってくれるサービス。これが一番熱い。それやるんでしょ、テレスト。いや遠隔地に住んでる人がそれできんのかどうか。そっか。いや前話したのはね、月額7000円でしょ。海外に代わりに持ってってくれるんだったらそれだけのために月額7000円払ってもいいよねっていう話。片道の飛行機代以下だぜ多分。年間で考えたらの話でしょ。裏側の紫を豪快に塗ってますね。これはでも OSL じゃないんだもんね。そうだ。これはちょっと違う。我ながら思い切って塗るな。すごいと思った。でもこの時全然恐怖もなんもないの。確信しかない。ここはこの色でいいっていう確信しかない。最初からでもさ、ベースでさ、この色にしないのはなんで？ほら、背中のとこさ、下地が透けてるじゃん。多分
塩梅見ながらやりたかったとか、あくまで紫の服着てるわけじゃなくて、グレーのセーター着てる人がこんな感じの環境光が当たってる空間にいるっていうことだからっていうような感じ。ほんでまた同じような手順ですね、これ。若干、なんつうの、決して線を必ずしも等間隔で引けてるわけではないんだけど、それは別にいい。あんまり気にしない。誰もそんなこと言ってないけど、急に。いや、解説しなきゃならないでしょ。誰も聞いてないってあんた。等間隔じゃないよねとかさ、そんなことは誰も言ってないのに急に言ったからどうしたかな。いや、見てる人がさ、等間隔じゃねえぞって思ってるかもしれないでしょ。これはあれだね。3本ずついってるよ、これ。まあそれは仕方ないよね。めんどくさくなってくるね、この一本。いや、それじゃダメなんだろうけど。うん、まあそうだね。めんどくさくはなってくるね。これね、セーター割とサクッと終わるだろうと思って始めたんだよね。全然そんなことなかったね。なんでサクッと終わると思ったのか。なんで思ったんだろうね。顔と髪の毛縫った後だから、まあ、赤の OSL は気合い入れるとして、セーターはサクッと終わるでしょう。終わんなかったの。一応さ、こうやってさ、塗ってるじゃん。うん。後でさ、なんかいろいろ組み立って終わった後にさ、あーっつって、やっぱり直したりしてるの？した。相当やった。その直しは取ってないのかな？多分撮ってないわ。そういう細かいというか。まあ、撮った方がいいけどね。まあ、今度は撮るか。ただ、何色使ったとか多分飛ばすね。相当膨大な動画になるけどね、そうなるとね。うんどうなんだろうね。直すときっていうか組み立てて調整するときってなんかね、なんていうの、相当ハイテンションなんだよね。でもテーブルの上もくっちゃくちゃでさ、パレットもくっちゃくちゃで、もう撮ってる場合じゃねえみたいな感じになっちゃうんだよ。どんどん良くなっていくしね。まあそのありのままを撮るのもちょっと面白いかもしれないけどね。だんだん机の上がさ、今もそうだけど、だんだん狭くなってくるんだよね。テレさんは特になんかぐっちゃぐちゃになってってるよね。なんかまあ塗料が溢れ返ってるっていうのがまああれなんだろうけど。無駄なものはないんだよね。使ってる色が全部なんかその場にあるみたいなね。まあでもなんだかんだ今回はずっと喋ったけど、まあ2分2、3分残り。もうあんまり前みたいな白熱した話にならなかったな。まあね、他にすでに頭の中には塗りたい上にどう塗るかのプランまであるモデルがいっぱいあって大変ですっていう話だね。まあこれはねもう終わっちゃってるものだからね今。おう。なかなかあれだと思うけど。次はつなぎだね。これはねすげえ見どころだと思う。めちゃくちゃ勉強になった。編集してて皮なのかな。皮の時と同じ
前回の革と同じ塗り方をしてると思うんだけど、革を想定して、なんと、勉強しない。私勉強しないからって言ってたひまわりさんが勉強になると言っている。ためになる動画に違いない。次回なんか私がそういうところ塗るときにはもうぜひ真似しようと思っていますぐらい、めっちゃ参考になるし、まあ敵を見てもらえばわかるけど、すごいこうなるのみたいな。おう、それよかった。やってる最中は大丈夫これってなるんだけどね。あ、そうなんだ。まだやることあんだよな。まだまだ伸びしろあんだよな。あれね、皮はほんとやることあるわ。皮ってさ、実はウルトラマンのスーツってさ、皮っちゅうかビニールじゃん。だからそういうの塗るときも必要だと思ってんのよ。現に、ファンフェスで買ったウルトラマンレオは、スーツのシワまで造形されてんだよね。なんかね、真似しようと思ってるんだけど、多分真似できないと思うんだけどね、なんか傷のつき具合とか、まあいいや、その時のお話ししよう。とりあえずセーターをもう終わりますんで。我ながら頑張ったセーター楽しんでいただけましたかということでね、次回も目が離せないんで、もう写真出ちゃってるけどいや、テレス団でした。どっちかっていうとつなぎの方になんか目線いってるけど、まあいや、セーター着目した写真がなかったんだよねじゃあテレス団でした。ひまわりでした。お付き合いありがとうございます。またねー。